はい、皆さんこんにちは。大阪から伊勢への旅5日目です。前回の終了地点の伊勢大津駅から今日は出発します。伊勢まで残りだいたい60キロぐらいあるんですけど、今日と明日の2日間で伊勢神宮まで歩きたいと思います。はい、それでは行ってきます。伊勢大津駅には、蒸気機関車の給水塔があります。はい、昔はここ蒸気機関車が走っていたんですね。江戸時代、お伊勢参りは爆発的なブームとなりました。天照大神を祀る伊勢神宮は日本人にとって特別な信仰の地。太平の世が続き、社会が安定すると、庶民の間にも旅の文化が広がっていきます。そして一生に一度は伊勢という願いを胸に、何日もかけて伊勢を目指して歩いたのです。人々は道中の名所や寺社を巡りながら、日常を離れた特別な時間を楽しみました。大和と伊勢神宮を結ぶ参宮街道のメインルートとして知られる伊勢本街道は、大和姫の命が天照大神を伊勢に祀るために通った道と伝えられています。険しい峠越えや川下りの難所が続く道でしたが、道中の宿場町は多くの旅人でにぎわいました。各地に残る銅標や常夜灯が往時の旅の面影を今に伝えています。今日は伊勢大津駅を出発し、伊勢本街道の難所として知られる貝坂峠、筆坂峠などを越えて、横野地区で和歌山街道と合流します。かつて鶴の渡しがあった櫛田川を渡ると、熊野街道との交差点として栄えた宿場町大岡へと到着します。伊勢の方に来ると、常夜灯に書いてある文字が変わります。これまでは天正皇太神宮と書いてあることが多かったんですけど、ここら辺からは太いに一って書いて、太一っていうのか太一っていうのか分かんないですけど、そう書いてあることが多いですね。太一は中国古代思想の宇宙の根源神最高神に由来する言葉で、日本では伊勢神宮の祭神天照大神を象徴する文字として用いられてきました。伊勢大津駅からスタートして間もないんですけど、今回の旅の最大の難所である貝坂峠にもうすぐ差し掛かります。首切地蔵です。貝坂峠を越える際に山賊に襲われた人を供養するために建てられたということです。ここから山道に入っていきます。貝坂峠まではあと 1.1 キロですね。すぐに車道に出てきました。そこからこれを横切ってこっちですね。この上が貝坂峠でしょうか。熊が出たということなんで、鈴をつけていきたいと思います。腰切地蔵です。こちらも首切地蔵と同様に山賊に命を奪われた方を供養するために祀られたということです。風が涼しくて気持ちいい。日が当たってるとこだともうかなり暑くて
ちょっとなかなか厳しい季節になってきましたが、山の中だとまだ大丈夫ですね。お伊勢参りの札を発見しました。はい、今日初めてです。つづら折りの急登が続きます。ちょっと開けたところに来ました。ここが峠でしょうか。こちらが貝坂峠ですね。いい景色。方角としてはあの山を越えてさらに向こうに伊勢神宮があるはずです。はい、ここまっすぐ行きそうになるんですが、伊勢本街道はこちらのようです。ホトトギスの水。昔この辺りにホトトギスの花が群生していたことからそう呼ばれているようです。はい、貝坂峠を降りて車道に出てきました。はい、貝坂峠は難所と言われるだけあって、上りも下りも結構急な坂道でしたけれども、距離的にはそれほど長くはなかったので、比較的スムーズに越えることができました。こちらが旧三木屋跡ということで、竹宿を代表する旅籠であったということです。ここにはすごい大きな常夜灯があります。高さが約5メートルということで、伊勢本街道の中でも最大級の常夜灯ということです。こちらにも立派な道標があります。すぐ伊勢道で、裏を見るとすぐ長谷道と。この辺りアスファルトの色がちょっと違いますけれども、歴史の道100選というのに選ばれているそうです。こちら六部供養碑というもので、長谷寺と伊勢神宮を1日おきに300回参拝した人の誓願成就の供養碑と言われていると。で、ここは長谷寺と伊勢神宮のちょうど中間にあたる地点だそうです。はい、古い道標がありました。右伊勢道、左山道と書いてあります。この辺りの伊勢本街道は国道368号線と被るようで、国道に出たりちょっと横にそれたりというのを繰り返しながら進んでいます。はい、なんと伊勢本街道に役行者が祀られているそうです。ちょっと行ってみましょうか。役行者は飛鳥時代に奈良を中心に活躍した修験道の開祖とされる人物です。この地に祀られている理由は明らかではないですが、本街道の旅人の安全を祈願して祀られたものと考えられています。思ったより高いところに登ってきました。はい、こちらが役行者像です。確かによく見る役行者さんですね。はい、ずっと国道368号線を歩いてきてるんですけれども、はい、ずっとロードで変わり映えのしない道なんでちょっと飽きてきますね。今はこの峠地区というのは廃村になったようなんですが、昔はこの辺りに
旅籠が並んでいたと。はい、ここから 1.4 キロで筆坂峠ですね。筆坂道 1.4 キロ。ということは 1.4 キロっていうのは道の長さってことですね。さっきのところからここまでが 1.4 キロということで、峠ではなかったのか、道でしたね。なんて書いてあるのかわからないんですが、これ何と書いてあるんかわかる？いや、わかんないです。なんて書いてあるんですか。この神に恵みを祈る諸人は陶器坂地も糸井なく来よ。ほ書いてあるの。これはな、はい。北畠神社のはい。あるとこのはい。立石さんの。ごめんなさい。ありがとうございました。はい。今から何どっち行かんすの？伊勢神宮の方に行きますね。下らんすの。はい。はい、こちらにもすごい大きな常夜灯が立っています。柿野神社です。和歌山街道と伊勢本街道が合流する横野にある柿野神社は、古くから南天の宮として親しまれていました。和歌山街道は紀伊半島を東西に横断し、松坂と和歌山を結ぶ街道で、伊勢参宮や熊野詣、吉野詣の巡礼道として重要な役割を果たしました。宝釈寺というお寺です。ここに道標がありまして、右は長谷道、左紀州吉野道と書かれています。ここは伊勢本街道と和歌山街道がちょうど合流する地点になります。なので紀州とか吉野とか、そういう地名が見られます。はい、ここの大きな通りが和歌山街道ですね。大石宿道標ということで、これですかね。ここ正面石垣に組み込まれているって書いてあるんで、これのことだと思うんですけど、長谷よりこれまで15里、これより宮川へ7里と彫ってあるそうです。はい、もうめちゃくちゃ暑いんで、またここでジュースを買って休憩します。ここで和歌山街道と伊勢本街道が合流して、今ここにいますけども、しばらく進むとまたここで伊勢本街道と和歌山街道が分かれます。大石の巨岩奇岩ということで、はい、ここにいろいろな奇岩があるそうです。どれがどれかちょっと写真だけだとよくわかんないんですけど、大石不動院です。立派なお寺ですね。弘法大師の改装ですと。はい、今日初めてのコンビニがありました。はい、めちゃくちゃ暑いんでちょっとアイスでも買って涼みたいと思います。もうちょっとこの暑い中街歩きは無理ですね。はい、ここで和歌山街道と伊勢本街道が分かれます。あそこに道標地蔵が立ってますね。はい、櫛田川を渡ります。はい、ここは昔は鶴の渡しという渡し船があったそうなんですが、本街道の難所として知られています。
あれがそうですかね。あれが計り石という石で、あの石が沈んだら渡し船がこう渡せなくなるという。はい、それにしても今日はいい天気ですけど、明日は雨が本当に降るんですかね。こんないい天気なのに。明日の降水確率は 100% でしたけど、この青空が雨になるとは信じられないです。仏足跡碑。仏足跡とは釈迦の足跡のことだそうです。わらじを奉納して旅の安全を祈願したということです。無事に伊勢神宮までたどり着けますようにと祈願しておきます。はい、今ちょうど5時の鐘が鳴りました。大岡駅まではあと4キロちょいぐらいなんで、多分1時間ぐらいで着くと思います。伊勢三郎物見の松と異母地蔵ということで、源義経の家臣伊勢三郎が敵の軍勢を松に登って見張ったという伝説があるそうです。出発した時はまだ田んぼに稲は植えられてなかったんですけど、田植えがもうほとんど終わってますね。こちらも、はい、こちらは小麦ですね。小麦はもうだいぶ育ってるんですね。何月に植えて何月に収穫するんでしょうね、小麦が。はい、ここにも大きな常夜灯があります。高さ 5.5 メートル。この街道では最大級のものだそうですね。この大きさを実感してもらうために、よいしょ、こんな感じです。はい、こちらに道標が2つあります。大岡の道標、左伊勢本街道ですね。でこちらが右熊野道と書かれています。でこっちから見ると、すぐ、奈良長谷道ですかね。この熊野道とは、松坂を起点に栃原で伊勢路と合流して熊野に向かう熊野街道のことです。はい、ここを曲がって大岡駅の方に向かいます。はい、大岡駅に到着しました。今日は伊勢大津駅を出発して、ここ大岡駅までやってきました。距離はだいたい35キロぐらい歩きました。明日は雨予報なんですけれども、ここからラストの伊勢神宮まで歩きたいと思います。大阪から伊勢の旅6日目です。昨日はここ大岡駅まで来ましたので、今日はここから最後伊勢神宮まで参拝したいと思います。はい、それでは行ってきます。6日目は大岡駅を出発し、伊勢本街道と熊野街道の交通の要衝として栄えた田丸に向かいます。田丸で熊野街道と合流した後、宮川を渡り、まずは伊勢神宮の下空へ。下空参拝の後、お祓い町通りを通って内宮に向かい、お伊勢参りの旅はゴールを迎えます。昨日は大岡駅で終了したんですけれども、電車の本数とか乗り換えとかを考えると、その一つ先の滝駅まで行けばよかったなと後になって思いました。三熊神社です。
以前はここに清水が湧き出ていて、茶屋で休む旅人の喉を潤したということです。はい、常夜灯がありました。天保15年1844年のものだそうです。はい、こちらにも古い道標がありました。すぐ三宮道ですかね。もう道標にも伊勢道とか伊勢とは書かれてなくて、三宮道と書かれてますね。はい、住宅地から離れて森の中に入ってきました。この中は木陰で涼しいんですけれども、外に出ると日が照っているところはかなり暑いです。今日は雨という予報だったんですけど、全然晴れてますね。はい、今日は前半がこんな感じのちょっと山道っぽいところを歩きまして、後半田丸を過ぎた頃からはほぼ街歩き、そこから先は熊野古道伊勢路と同じ道を歩きます。これはなんだ、伏尾上坂石灯籠、峠の上に石灯籠の一部が残りと書いてあるけど、どこだ、峠の上、ここが峠っぽいですけれども、あれだ、なんかありますね。なんか書いてある。伏尾上というのは熊野本宮大社の近くに、伏尾上王子というのがあったりしますけど、ここから伊勢神宮を伏して拝んだということですかね。はい、また日向に出てきました。暑いです。まだ9時半ぐらいなんですけど、空気がむわっとしますね。伊勢はやはり米どころですね。かなり広い田んぼがいっぱいあります。伊勢本街道長谷街道と書かれてますけど、伊勢本街道と長谷街道は同じものなんでしょうか。確かに長谷寺に行くにはこの道が一番近いんですけど、ここにも大きな常夜灯と鳥居があります。これは伊勢神宮の養拝所みたいですね。はい、この看板に先ほどの謎が書いてありました。長谷街道というのは一般的には灰原から、青山峠を越えて、松坂で伊勢参宮街道に合流する、いわゆる伊勢表街道のことを指すみたいなんですけど、伊勢本街道も、長谷を通るため長谷本街道と呼ばれることもあると書いてあります。どっちも長谷街道なんですね。はい、これは田丸城のお堀ですね。あっちの方に田丸城があるはずです。はい、大門跡と書いてあります。伊勢本街道を歩いてきた人はここで田丸城の城内に入るということですね。はい、ついに来ました。ここです。伊勢本街道と熊野街道の合流地点。はい、左吉野熊野道とで、こっちの矢印があって紀州街道と書かれています。ようやくここまで到着しました。やったー。まだゴールしてないけど、はい、ここは以前熊野古道伊勢路を歩いた時に
通ったところです。伊勢神宮からずっと歩いてきて、こっちですね、こう行ったというのが伊勢路のルートです。もう1年以上前になりますけども、去年の1月に熊野古道伊勢路を歩き始めて、ここは伊勢神宮から出発して最初の日に到達したんですけれども、途中から天気が悪くなってかなり寒かった思い出があります。その日は田丸を過ぎて東千原という駅まで行ったんですけど、駅で着いてから1時間以上寒くて凍えてたという、ちょっと苦い思い出があるところですね。で、結局その寒さのせいで体調を崩して次の日歩けなくなったというところでした。もう伊勢神宮に着いた気になってますけど、まだまだここから15キロぐらいですかねあるんで、まだまだ頑張らないといけないです。今日最初のコンビニがありました。懐かしの道標がありました。熊野街道、伊勢街道、伊勢まで4キロです。これは伊勢神宮の下宮の前までですね。こちらが新宮まで162キロ。これをずっとたどって新宮まで以前行きました。宮川が見えてきました。伊勢本街道を歩いていると、宮川まであと何里という書いてある道標が結構いくつもありました。こちらが宮川柳の渡し跡です。ここ昔渡し船で渡っていたと。今はあそこにある渡来橋という橋を通って向こう岸に行きます。あそこに旗がいっぱい立ってるのは何でしょうね。式年遷宮のイベントみたいな、そういうものかな。ちょっと字が読めないんですけど、沖なんとかって書いてますね。こちらの旗が立っているところですけども、沖引と書いてありまして、式年遷宮に向けて神宮に御用材を奉納するための儀式のようです。御用材貯木場と書いてあるんで、ここに運んできて木を置いておくところでしょうね。令和の沖引、5月9日から6月13の金土日ということは、今の期間にやってるみたいですね。ここが筋貝橋です。灰原で分かれた伊勢表街道青越道ですけれども、松坂とかを通ってここに合流します。昔の筋貝橋の跡が残っています。こちらも沖引のイベントの会場みたいですね。ここ下空の駐車場なんだ。下空の駐車場が沖引の会場になってるみたいですね。沖引は式年遷宮で使われるヒノキの用材を神宮まで引き入れる民族行事です。内宮では五十鈴川を利用した川引き、下宮では陸路を利用した岡引きが行われます。来ました。伊勢路の道標のスタート地点です。新宮まで166キロ。そしてこちらが伊勢神宮豊受大神宮ですね。下宮です。下宮が相撲のなんとか場所みたいになってるすごいですね。これは初めて見ました。伊勢巡行ですかみたいな。
では下空を参拝してきます。伊勢神宮は天照大神を祀る皇大神宮と、衣食住をはじめあらゆる産業の守り神である豊受の大神を祀る豊受大神宮を中心に、14の別宮と109の摂社末社などから成り立っています。下空遷祭という下空から先に祭祀を行う伝統により、下空内空の順で参拝するのが古くからの習わしとされています。下空の宮域内には正宮のほか、鷹宮、土宮、風宮の3つの別宮があります。下空では天照大神へお食事を備える日ごと朝夕大御家祭が約1500年間毎日欠かさず行われています。はい、こちらが第63回式年遷宮御敷地ということで、今はその向こう側に正宮が建ってるんですけど、2033年にこちら側に正宮が移ると、その場所ですね。はい、前回伊勢路のスタートの時に来た時は朝早くて真っ暗ですけども、明るい時に来るのは久しぶりです。はい、こちらが下空の正宮です。別宮の土宮です。風宮です。鷹宮です。はい、下空を参拝してきました。はい、ようやく大阪からここまで来ました。はい、残るは内宮です。はい、もう少し歩いていきます。はい、こちら朝吉旅館という旅館があります。はい、江戸時代からある建物で、今も現役で営業を続けている旅館です。こちらに道標が立ってまして、左浅間二見へ近道と書いてあります。はい、内宮まで 2.1 キロ。そしてここが古市三宮街道資料館です。はい、この前伊勢路歩いた時は全然気づかなかったんですけど、こんなところに巨大な常夜灯があります。すごい大きいですね、これ。こんな感じです。上登ってもあそこの四角いところに手が届かないですね。猿田彦神社です。猿田彦神社は道開きの神として知られる猿田彦の狼を祀る神社です。物事を良い方に導く神様として多くの参拝者を集めています。お祓町通りに入りました。はい、この道をまっすぐ行けば内宮に着きます。赤福本店です。混んでますね。結構混んでる。さすが内宮が近づいてくるとかなり人が多いですね。今日はただの平日なんですけど、それでもこんだけ人がいます。はい、到着しました。皇大神宮内宮です。やっと来た。いやなかなか大阪からここまで歩いてくるとちょっと感慨深いですね。はい、では宇治橋を渡ります。
内宮は正式には皇太神宮といい、皇室の祖神として崇敬される天照大神を祀る伊勢神宮の中心となるお宮です。今から約2000年前、水仁天皇の時代に五十鈴川のほとりに鎮座したと伝えられています。広大な宮域の中には正宮のほか、荒祭宮、風日の宮という2つの別宮があります。はい、正宮に到着しました。荒祭宮です。風日の宮です。大阪から伊勢の旅、6日間かけてようやくこちら伊勢神宮の内宮に到着しました。やりました。長かった。はい、出発したのは4月なんですけれども、ちょっと途中1ヶ月ぐらい間が空いて5月の下旬になりました。これまでは熊野古道を歩くことが多かったんですけれども、今回初めて伊勢本街道を歩きました。伊勢本街道は熊野古道と違って道標や常夜灯などが非常にたくさん残っていて、歴史を感じられる見どころもたくさんありました。途中の宿場も伊勢本街道はいろいろありまして、軒先に行灯やのれんがかかっていたりとか、伊勢本街道がそれぞれの町でとても愛されているんだなというのがよく分かりました。はい、ということで大阪から伊勢の旅、長かったですけどこれで終了です。はい、お疲れさんでした。